こんにちは、イラストレーターの並木いつきです。今回のチャプターではグリザイユ画法について、その特性とメリットやデメリットについて解説していきたいと思います。グリザイユ画法についてはご存知の方もいらっしゃると思うのですが、知らないよという方もいらっしゃると思うので、挫折しないグリザイユ画法のやり方というところを説明していきます。それでは始めていきましょう。まずグリザイユ画法というのはどういったものなのかというと、こちらのイラストを見ていただきましょう。このイラストの左側の方ですね。こちらのイラストのように白と黒と灰色のトーンで陰影と立体感を表現する絵画技法となっています。簡単に言うと、色の情報が一切ないので、ここの影は青色でとか光はオレンジでとかそういった色彩や配色に迷う時間がなくなります。そして光と影を強調して主役を引き立てることができます。左のようにモノトーンになっていると特に分かりやすいと思うんですけれども、光が当たっている部分と影になっている部分、この背景とかこういう差がすごく分かりやすくなっていて、このメインのキャラクターがすごく引き立っていることが分かると思います。こういったものも光が当たっている部分と影になっている部分が分かりやすいかなと思います。こちらも一緒ですかね。この辺が後ろから光が当たっているので暗くなっていて、ここら辺が光が当たって明るくなっています。この白と黒と灰色のトーンを使用することをグレースケールと言います。そんなグリザイユ画法のメリットとデメリットを次に紹介していきたいなと思います。まずはメリットからいきましょうか。これですね。グレースケールで制作するため色に悩むことがない。このように白黒グレーで濃淡を描いていくので、色の情報にとらわれずに制作することができます。そして色を後から変更しやすいという点ですね。例えばそうですね、先ほどのように一回セピア調にしてしまいましょうか。こうした時に紙の色が一番わかりやすいですかね。極端に塗ってみます。例えばこのように青色を塗ったとします。普通に色を置くやり方だと、このベースの色と背景の色の兼ね合いがあって色を変更していくっていうのがだんだん難しくなってしまうんですけれども、グリザイユ画法だとこの色相のバーをいじるだけで簡単に色が変更できるので、後々この色に変更したいなとかってなった時もすごく便利になっています。そして簡単に幻想的な色彩にすることができます。幻想的とか無限的など、そういった雰囲気が好きな方はぜひ試してみてください。ここでメリットをたくさん挙げたんですけれども、もちろんデメリットもあります。一番はこれだと思いますね。色がくすみやすいというところですね。結構ここ悩まされますよね。自分もかなり悩んだんですけれども、くすみを回避する方法とか着彩の際にご紹介しようと思います。全然くすまずに綺麗な色を出すことも可能なので、ぜひ見ていってください。そして最後完成形が想像しづらい。完成一歩手前まで色がないのでこれも着手しづらい原因の一つかなと感じています。完成形が想像しづらいという点なんですけれども、ここはある程度払拭できるかなと感じています。それはこちらのカラーラフです。自分もこれをやってグリザイユに挫折することがなくなりました。それでは実際にやってみましょうか。このカラーラフを線画があると思います。カラーラフに使ったこの線画を消してください。消したらこんな感じで色の情報だけ残っていると思います。そしたらそのカラーラフを一旦全部結合してしまって、これを色相サイドというツールがあるんですけれども、このカラーラフのサイドを全部落としてしまいます。そしたらどうでしょう。一気にこちらに近づいた気がしませんか。そしてこのグレーにしたカラーラフを塗り分けてきました。わかりやすいところでやっていきましょうか。例えばこの白いところとかにこのままクリッピングマスクで適用していってあげます。目とかまつげとかはそんなにって感じなので、大事なところをどんどんやっていきましょう。ちょっとざっと素早くやっていきますね。クリッピングマスクでどんどん塗り分けたレイヤーにこちらのカラーラフを結合していきましょう。これもそうですね。黒い部分のレイヤーに選択して、このカラーラフをこのように
結合していきましょう。このような感じでですね、各パーツごとに色を分けていきました。このような感じですね。線画と着彩に分かれています。一からね作るとなるとまたね手間がかかってくるんですけれども、カラーラフをこのように応用して使うとすごくね楽に制作ができます。あらかじめこういう風にねやっていれば全然ね誰でも簡単に影の位置とか色とか、どんなグレーを使ったらいいのかっていうのもね迷わずに制作できます。これすごくねおすすめです。自分でもできそうだなっていう風に感じられた方もねいらっしゃいますかね。ぜひねやってほしいですね。色をもうちょっと濃くしたいなとか薄くしたいなとかってなったら、この紙のレイヤーを選択してトーンカーブを使ってこのように明るくしたりとか、さらに陰影をね濃くしたりとかというのがねできるようになっているので試してみてください。これだったらねできそうってね思う方もね結構いらっしゃると思います。ぜひねやってみたいと思ったらもうやってみてください。もうめちゃくちゃね楽しいので。それではですね、グリザ油画法についてのまとめに入っていきたいと思います。グリザ油画法はですね、こんな方におすすめです。着彩に迷う方、陰影って何色使えばいいんだろうとか、そういったところにね、迷いやすい方はすごくね、おすすめな方法となっています。そして素早くイラストを仕上げたい方にもおすすめですね。途中まで色を使わない方法の技法になっているので、色に迷わされず制作を進行することができます。この色に迷う時間というのが削除されることによってすごくね早くイラストが仕上がりますね。そしてですね、幻想的であったりドラマチックなイラストに仕上げたい方にもおすすめです。この色合いもそうなんですけれども、陰影が結構がっつりこう描かれる方法になっているので、自然とねドラマチックな印象に仕上がりやすくなります。それではまず一つ懸念していた肌から塗っていきたいと思います。それでは肌にオレンジ色を塗っていきます。このような感じですね。もう簡単に塗っていっていいです。自分はよく一番サイドの高いところからこうやってサイドを落としていって、どの肌が一番綺麗な色かなというのを見ながら着彩を進めていっています。この辺が透明感があるかなとか、そういった感じですね。そしてですね、目とまつげに今色がついてしまっているので、こちらも消しておきましょうか。少しだけこの肌の色を残しておきます。こんな感じで。そしてこのまつげですね。まつげも目尻の方だけ肌の色を残しておきます。こんな感じですね。それでは目もまつげも塗っていきましょうか。新規レイヤーを作ってオーバーレイをして色は青ですね。やや水色っぽい青にしましょう。このような感じでここから色をどんどん吟味していきます。どの色がいいかなというのを決めていきます。そしてこの白目になる部分を簡単に色を削っておきます。ちょっと黄色すぎるかな。これくらいにしておきましょうか。このようなイメージになっています。そしてですね、次に宝石とかも塗っていきましょうか。ほとんどもう着彩する部分がなくなってきてしまうんですけれども、目のレイヤーと色も含めて合わせておきましょうかね。宝石はややサイドが高い方が綺麗な印象になりますね。この辺はね好みがかなり出てくる部分だと思います。そして次に金属部分も塗っておきましょう。また新規レイヤーを作ってオーバーレイ着彩。色が最初から決め込むのが難しいと感じる方は思いっきりサイドの高い色を選択してこのように塗っていってみてください。もうねバチバチに黄色いんですけれども、色を落として馴染む色にしていきましょう。ちょっと寄り道をしてしまって申し訳ないんですけれども、結構オレンジ寄りの金目がいいのかな。金色もいいぞという感じですね。一旦これでいきましょう。次にですね、髪の毛のインナーカラーも一応入れておきましょうか。髪の毛を選択して内側になる部分をこのようにですね塗っていきます。一旦ここでオーバーレイにしましょうか。こちらもですね、まだまだ実際にやってみると調整したいなっていう部分がたくさん出てきますね。やっぱり目とか顔の近くにこういった色の強いものがあると視線が顔に集中しやすくなるのでおすすめです。そしてですね、毛先の部分を少し強めの光を入れておきます。こことかもそうですね。こんな感じで描いていくと結構ね美少年らしさが出てくると思います。
よければぜひ参考にしてみてください。目は全然ね、まだまだこうやって強いハイライトとか足したりもできるので、好みの美少年の目の描き方をね、マスターしていってください。皆さんは黄金比というものはご存知でしょうか？図形にするとこのように黄金螺旋というものを見たことがある方もいらっしゃると思います。数字で表すと1対168ですね。ここが1で、ここが 1.618 ですね。このような感じになっています。こちらのですね、比率を使用して今回のこの刀身は作成されています。完璧に一緒っていうわけではないんですけれども、このようになっています。顔で1とします。そしてですね、ここで 1.618 としています。他のそうですね、作品例としてはこれが一番近いですかね。帽子をかぶっているのでイメージがつきづらいかもしれないんですけれども、この刀身で描くと顔とか、あとは衣装とかもすごくバランスよく描くことができるので、すごくね、おすすめです。多少のズレはありますが、基本的に立っているキャラクターはこの比率にすると顔も衣装も見やすくてバランスよく仕上がるのでおすすめです。次にですね、猫耳とか装飾品の大きさですね。この3番目の項目になります。かなりね、難しく感じる方もいらっしゃるかと思います。猫耳とか狐耳とか身体的特徴があるキャラクターの場合は他の装飾品より大きめに描いてみてください。大きくといってもあまりピンとこないかもしれないのでやってみましょう。先ほどの黄金螺旋を少し使います。この顔を1として考えてください。そしてですね、このようにしたらですね、おおよそこの辺りまでを目安に考えてみてください。これが高さの目安として考えるなら、天使の輪っかでもこの辺を目安に、ここを上限として考えるといいですね。これ以上はもう描けないという風に考えてしまって大丈夫です。あとは猫耳とかだったらこんな感じでですね、この上限をここで見ながら装飾品とか猫耳とか狐耳もそうですね。猫耳よりも少し立っていると思うんですけれども、これくらいを上限に、少し立ちすぎですね。これくらいにしてこのように描いていくと大きさ感覚もすごくね、つかみやすいと思います。これを目安にしてみてください。王冠とかもですね、やや大きめに描いてあげるとすごく印象に残りやすくなります。簡単にラフで描いていきますね。必ずしもこの一番上の部分に届かなきゃいけないということも特にないですね。細かいところまではね、そんなに決めなくても大丈夫かなと思っています。もし王冠とか描くのであればこれくらいの大きさにしてみてください。こんにちは、イラストレーターの並木月と申します。普段は SNS で少年や中性的なキャラクターを中心にイラストやキャラクターデザインを制作しています。あとはイラストレーターの他に京都芸術大学イラストレーションコース非常勤講師を務めています。ゲームとかの設定がね、こうしたデザイン画がまとめられているのがすごく好きなのでよく描いていますね。本講座でこういうのを描きたいなと思っているので一緒にね、やっていきましょう。次はこの講座で得られるものや学んでほしいことを軽く説明させていただきます。一番上から美少年キャラクターと SD キャラクターの描き方。こちらは体格だったり仕草だったり見ていて美しいと感じるような描き方を説明するので、ぜひ吸収していただきたいなと思います。次にキャラクターデザインと配色ですね。オリジナルキャラクターを作っている人だと一度は経験があると思うのですが、キャラクターの顔は描けたけど服がわからないとか、全員 T シャツになっちゃうとかあると思います。そうしたおそらく一番迷うであろう衣装デザインとか配色とか、そうした悩みを楽しくね、制作できるように解決をしていきたいと思います。そして最後にこちらですね、グッズの入稿用データの作成方法。こちらもね、用意したイラストが RGB 形式で変換するときに色がくすんでしまうとか、そういった悩みもね、ある程度解決できるところまでは伝えたいなと思います。次はターゲット層について説明させていただきます。ターゲット層、中級者になります。ある程度イラストが描ける人向けになっています。そして美少年や中性的なキャラクターを描きたい人、最後に配色や着色に悩んでいる方、こちらをメインにターゲット層となっております。
色については本業でデザイン職を務めていた時に上司から色は命というくらい本当に細かく詳しく教えてくれた経験や実務的な経験があるので、そうしたイラストだけでなくデザインの観点から見ていて美しいと思う配色とか上品であったり、スポーティーであったりとか、そういった与える印象っていうのはたくさんあるので、これもねどこかまとめてお伝えしたいなと思っております。なので参考にしていただけると幸いです。よければお付き合いください。それではお疲れ様でした。また次のチャプターでお会いしましょう。